どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、言えてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、キングの正体です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこちらの動画は1027話までの内容を含みます。また、こうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。と言っても、今回は僕のオリジナルの考察ではありません。Twitter で公開されたアドラメルクさんの考察やパンゲアさんの考察を紹介し、そこへ僕なりの考察を追加したいです。ただし先に言っておきますが、これらの考察は世界的に非常にデリケートな話であり、またあくまでも考察ですから、こうしたものに着想を得てモチーフにしたのではないかと探っているだけで、もちろんワンピース非公式な話です。これらが仮に当たっていたとしても永遠に答えは明かされないでしょう。よろしいでしょうか。行きましょう。百獣海賊団の大看板、火災のキング。彼は超希少な発火する種族ルナーリア族だと明かされました。このルナーリアとは月のようなという意味ですが、アドラメルクさんやパンゲアさんによると、月を表すルナとアーリア人を掛け合わせたものではないかというひらめきをしていました。アーリア人とは紀元前2000年頃中央アジアに住んでいた民族で、その後大多数が西のヨーロッパへ移動し、少数が南のインドへ移動し、インドヨーロッパ語族とも言われています。その後西に流れたアーリア人の肌は明るくなり、南に流れたアーリア人の肌は褐色になったそうです。ただしこの説は未だ確定していません。ちなみにアーリアとは高貴なという意味だそうです。それから数千年後、ドイツでヒトラー率いるナチス党がゲルマン民族こそが選ばれし民族であり、ゲルマン民族とはアーリア人が源流であると言い出します。これは1933年ですから、まだ最近の話なのです。そしてドイツで政権を握ったナチスは優れた人種だと考えるゲルマン民族以外、特にユダヤ人を劣等人種だと決めつけて、人類史上最悪な出来事、ホロコーストという国家的な大虐殺を行いました。ホロコーストとは焼かれた生贄という意味のギリシャ語を語源とする言葉ですが、焼かれた生贄、発火する種族キング。とにかくわずか100年前まで人類は無知で愚かでした。もちろん戦争を行った日本も含めてです。それは光月おでん曰く、恥を知れ貴様ら、異形を恐れるは己の無知ゆえ。自分と違う見た目、自分の考えと違うものを恐れ敵視する、それは心が弱く無知で恥ずかしい行為なのです。話を続けましょう。根拠が乏しいアーリア人イコールゲルマン民族というルーツをなぜか祭り上げて人種を選別したナチス。このナチスはワンピースにおいてジェルマ66のイメージでしょう。こちらの動画でも考えましたが、ジェルマ66は明らかに隠すつもりもなくナチスのイメージでしょう。ジェルマとゲルマンです。ということはルナーリア族のモチーフはアーリア人になるのでしょうか。発火するルナーリア族のキングと発火するジェルマ出身のサンジは1023話ウリ2つにおいて同一視されていました。サンジはジェルマのレイドスーツを数回着たことで体に違和感を感じており、これはもしかするとサンジの遺伝子がバグって遥か昔の遺伝子ルーツルナーリア族の遺伝子が覚醒したのでしょうか。サンジは415話で発火していましたが、サンジと同じ日に生まれた1時2時4時は発火していません。つまりサンジの母親ソラが飲んだ劇薬によってサンジの遺伝子のみがバグって、ジャッジが望んだ外骨格が発現せずただの人間になったと思わせて、ビンスモーク家に太古から流れているルナーリア族の遺伝子がサンジに発現したのか、それとも結局数十年遅れて改造人間が発現したのか。いずれにせよ以前も考えたように、サンジは季節しておそらくジェルマの落ちこぼれではなく、ジェルマ最高傑作として誕生した可能性があるでしょう。これは嘘が高確率で実現する男、ウソップの嘘が実現したのではないでしょうか。495話ではサンジの手配書のイラストにそっくりな男、鉄仮面のディバルの素顔が判明していますが、ここでウソップはサンジのやつ奇跡の星の下に生まれてきたんじゃねえだろうかと言っています。そう、サンジ奇跡の星の下に生まれてきたのです。何が起きても不思議はないでしょう。さらに面白いのは、その次のコマでゾロはウリ2つだと言っており、それはサンジがクイーンにルナーリア族じゃあるめえしと言われた1023話のタイトルウリ2つと同じです。そして鉄仮面のディバルは幼少期の鉄仮面のサンジや鉄仮面のキングともつながるでしょう。このようにサンジというよりも人殺しの一族ジェルマ王国ビンスモーク家のルーツがルナーリア族であるなら、サンジの父親ジャッジの異名ガルーダもリンクするとアドラメルクさんは言います。ガルーダとはインド神話に登場する炎のように光り輝き熱を発する神の鳥です。それはプテラノドンではない謎の羽を持ち発火するキングのイメージとも合致しているでしょう。
さらにジェルマの技術を欲していたビッグマムは超希少な種族であるキングも欲していた点もつながります。そのように考えると確かに西のヨーロッパへ向かい肌が明るくなったアーリア人がゲルマン民族、つまりジェルマのイメージで南のインドへ向かい肌が褐色になったアーリア人のイメージが褐色の肌を持つキングのイメージになるのでしょうか。キングは1027話でゾロにマスクを破られて褐色の肌を見せていました。ジェルマイコールナチス、ルナーリア族イコールアーリア人ならばサンジには月のイメージが付随していることにもなり、こちらの動画で考えたルフィとサンジの表裏一体も成立しそうです。ワンピース一つを狙うルフィとオールブルー全てを狙うサンジ、よく食べるルフィとよく食べさせるサンジ、ルフィを助けるために腕を食われた赤髪シャンクスとサンジを助けるために足を食った赤足のゼフ、虫が好きなルフィと虫が嫌いなサンジ、泳げないルフィと泳ぎがうまいサンジ、女だらけの国へ行ったルフィとオカマだらけの国へ行ったサンジ、革命を起こしたい父親ドラゴンと戦争を商売にしている父親ジャッジ、麦わら帽子のルフィとおそばマスクのサンジ、麦わらとそば、さらにこちらの動画で太陽の神ニカに祝福されていると考えたルフィと月の名を持つルナーリア族をルーツに持っているかもしれないサンジという表裏一体です。となるとこれらのことからもしかするとキングが素顔を見せることを拒否している理由を読み解けるかもしれません。まず注目すべきはキングは素顔だけでなく体全身を隠している点です。つまりキングの体には何やら無数の傷があるかもしれません。さらにビン・スモーク家とルナーリア族が繋がっているなら、もしかするとキングの眉毛はサンジと同じグル眉。サンジやレイジュ、1時、2時、4時、ビン・スモーク家の子供たちは皆グル眉ですが、ここで難しいのはこのグル眉は改造人間だからグル眉になったのか、それともビン・スモーク家の血筋だからグル眉なのか、どちらかがわかりません。なぜなら父親ジャッジの眉毛は意図的に仮面で隠されているからです。この辺が小田先生のうまいところです。しかし意図的に隠されているならやはりビン・スモーク家、そしてルナーリア族の眉毛はグル眉なのかもしれません。グル眉で思い出したいのは再び鉄仮面のデュバルです。非売品であるコミックス0巻には生まれたての赤ちゃんデュバルが描かれています。ここでデュバルの母親は、ああ、なんということ、呪われた赤子が生まれたわ、海賊時代の呪いよ、と生まれたばかりの赤ちゃんにとんでもないことを言っています。ここで疑問なのは赤ちゃんデュバルの顔は母親にそっくりです。つまりデュバルの顔が呪いではなくグル眉こそが呪いなのではないでしょうか。この母親はジェルマ王国ビン・スモーク家を知っていたということでしょうか。しかしそれはほぼありえないでしょう。ジェルマ王国は存在しないはずの裏の国家であり、一般人は知りません。つまり呪われたグル眉とは、もしかすると太古の昔に存在したルナーリア族から生まれた呪い、伝承ではないでしょうか。ちなみにルナーリアの語呂合わせはルナーリア。676は完全なる殺戮兵器、シーザーが毒ガス兵器死の国を発動している回です。この辺の毒ガス兵器はナチスが行った虐殺を想起させます。以上、ここまで考えてきたものをまとめると、ルナーリア族は天竜人に裏切られたのではないでしょうか。当初ルナーリア族は天竜人の奴隷だったかもと考えていたのですが、むしろその逆、ルナーリア族は天竜人と手を組んで太古の昔レッドラインに存在した神の国を滅ぼしたのではないでしょうか。ルナーリア族のキングは竜であるカイドウと手を組んでいますし、キングは1027話で探求ドンという技を使っています。探求ドンの元ネタはおそらく太陽を射抜いたという中国神話の英雄孔芸の弓だと思われますから、太陽と敵対しているイメージです。ワンピースにおいて太陽は奴隷を解放する戦士、太陽の神ニカですから、その太陽と敵対するイメージであれば奴隷を支配する側のイメージになるからです。つまり天竜人は神の国を滅ぼして自らを神と名乗るためにその手は汚さずに発火する種族ルナーリア族を使ったと。その後殺戮を行ったルナーリア族が邪魔になり、天竜人はルナーリア族を歴史の彼方に消し去った、隠蔽した。それこそが完全なる殺戮兵器ルナーリアであり、キングの拷問好きにもつながるかもしれません。つまりルナーリア族とは天竜人が神になるための生贄だった。これもサンジにつながります。サンジはジェルマがビッグマムと手を組んで復活するための生贄でした。そしてジェルマはビッグマムに裏切られています。さらにこちらの動画ではミスゴールデンウィークはイム様を表すヒントキャラだと考えましたが、もしもこれら2つの考察が正しいのであれば、ミスゴールデンウィークは363話の扉絵でプテラノドンと手を組んでいました。キングはもちろんプテラノドンです。以上です。
今回はキングとサンジが売り二つである可能性を考えてみました。つまりキングとサンジは生贄でつながるキング&プリンス。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。